さんどうもこんにちは、富田海人です。普段は音楽プロデュース、作詞作曲編曲、音楽講師などをやっております。今日はですね、11月24日に Netflix で公開された満島ひかりさんと佐藤健さん主演のファーストラブ初恋というドラマについてちょっと話したいと思います。宇多田ヒカルさんのね、ファーストラブっていう曲と、このね、初恋っていう曲があるんですが、その2曲からインスパイアされたドラマになっているって感じなので、僕今ね1話を見ただけで短編映画だと思って見てたら、まだ全然これから話があるんだっていうところにちょっと驚いたんですけど、1話でも結構短編映画として満足できちゃったぐらい1話がすごい良かったんですけど、この2話以降をねこれから見ていこうと思うんですが、今の時点でちょっと思ったことを喋っていこうと思います。そんなにネタバレしないと思うんですが、1話をね見てからこれを見るのをおすすめするんですが、行きますよ。ファーストラブとね、初恋っていうのがリリースされたのが20年くらい時間がね、空いてるんですね。それをちゃんとドラマの中でも取り入れてて、その20年前、自分が初恋をね、してる時のお話とか、それを今思い出してる時の話とか、息子かなあれ。自分の下の世代が今現在進行でしているこの初恋とか、いろんなね立場からねその初恋を見ることができるんですよ。基本的に1話ではファーストラブが流れたんですけど、初恋はまだ流れなかったんだけど、そのねファーストラブのね流しどころがすごい良くて、いやーすごい感動しました。時間軸を楽しめたり、俳優さんたちがみんないいんですよね。全体を通してクオリティが高かったなっていう印象です。で、ちょっと音楽的な話をしようと思うんですが、これファーストラブと初恋のキーが一緒っていうのがまずポイントで、この G メジャーっていうキー、初恋の方もね、G メジャーなんですけど、いやーすごく2曲ともいいのでね、意図的だと思うんですけど、キーが一緒なんですけど、全然この音楽の作りは違うんですよね。もっと20年前とかの J-POP ってなるとやっぱカノン進行なんですよね。流行ってた曲たち。このファーストラブっていうのはもうザ・カノン進行でできてて、最後のキスはただこのフレーバーがした苦くて切ない香り。A メロとかね、サビがカノン進行になってて、で、初恋の方はまさにこの現代っぽい感じというか、4つのループコードの感じ。進行としては4、6、2、1っていうこの意図したこの王道から外れる感じ、 R&B とかそういう感じがある洋楽感があるねコード進行なんですが、時代背景の違いみたいなのも見えて、すごい僕は面白いなと思いました。僕がこのレコードをね買うぐらい初恋が好きなんですけど、初恋のねメロディーセンスがなんか大人すぎてすんごい僕は好きというか、っていうこのメロディーに度肝を抜かれてて、タンタタンタっていうこの宇多田ヒカルさんのこの独特のこのいつものリズム感でなんか繰り返す感じ、このメロディックじゃないっていうか、その凄さ、浮遊感があるっていうか、大人の感じがすごい出てて、大人から見た初恋というか、普通じゃないこのメロディーセンスが
すごく面白くて、僕は大好きなんですが、打って変わってファーストラブっていうのは、すごい綺麗なメロディーで、王道のカノン進行を使って、まさに売れそうな感じ。初々しさもあるし、そのまま、裸のまま、の若さがあるというか、でもその宇多田ヒカルさんの天性のこの大人びた声みたいなのが英語も使うしね、なんかね、そこら辺のこのバランス感覚が凄まじい曲で、なんかその2つのね、共通点と対照的な部分、曲だけ見てもすごい面白くて、だからそれがね、なんて言うんだろうな、大人が思う初恋と、初恋をしてる人が思う初恋と、どの立場から見るかっていうこのストーリーとの関連性があると思うんですよね。うん。キャラクターたちそれぞれにこう、入り込めるようになっていると。宇多田ヒカルさんの歌い方も全然違くて、もちろんその元の声はね、変わらないんだけど、どんどんこう、曲がね、増えていくに従って、この、まさに宇多田ヒカルさんらしさみたいなのが、初恋とかすごい出てて、このしゃくり方のこの上がり方とか、共鳴がこう広くなってきてる感じとか、でもちゃんとこう、息混じりのこの繊細さがあるみたいな、宇多田ヒカルさんらしさと、ファーストラブのこの、こうダイレクトに、もちろんしゃくってるんだけど、今よりはそういう独特なしゃくり癖っていうよりは割とこうダイレクトに行こうとしてるこの若さですよね。この、ある意味こう独学的なこう歌い方というか、なんかそれが形になっちゃってる凄さみたいなとこがあって、まあ僕ボイストレーナーもやってるんで、こうボイトレ的な観点で見た時に、真似できない理屈じゃない歌い方をされてるんですよね、宇多田ヒカルさんって。特にファーストラブの方は。で、ちょっと震えてたり、別にすごい安定してる歌い方じゃないんですけど、それがいいんですよね。それがなんかこう、尊さがすごい出てるというか、切ない声色になってるし、あとその言葉の言い方もちょっとなんかこう、ちょっと前に出てくる感じとか、歌い方もこう対照的な部分がある2曲だなと思いました。やっぱ曲とストーリーがこう関連してるものっていうのはすごい深みが出るなぁとすごい思ってて、それこそYOASOBIさんとかもそうですけど、夜にかけるっていうのはまさにそれで大成功したと思うんですけど、まあもちろんこれ今回はね、曲が先にあるから、曲があってからのストーリーなんですけど、お互いがこうなんかこう補填し合ったり、深みを出し合ってるみたいな部分ができるお話になっているので、これからが楽しみですし、ちょっとすでに満足してしまってる部分もありますまだちょっと話し足りない部分もあるんですが、ひとまず喋ろうとしてたことは喋れたんで、今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。